人間が見るということの不思議さを私は常に思っていて、そういった自分の知覚を通して感じたことを絵の上でギリギリ表現したいと思う。絵画に生まれる距離というのがやはり計り知れない空間であり距離なんですね。私が今一番求めているのは、その先にあるその向こうの空間が立ち現れてくるのを求めていて、それに近づくために私は木を見上げて描いているような気が最近すごくしていて。もうここ10年以上ずっと木を見上げて制作をしているんですが、作品のタイトルが少しずつ変わってきていて、ここに展示していただいているのは一番その最初のタイトルをつけた「木を見上げて」という作品です。でこれは私の中で特に急激に何かが変わるというのではなくて、その木を同じように見上げていながら、でも少しずつその見方だったりとか変化する中で、自然とタイトルも変えたいという気持ちになって、少しずつ変わってきたのですが、まず最初の図は木から10メートルぐらい離れたところに立っていただいて、一枝を何か決めていただくんですね。で例えば右上に上がっていく角度の枝だとか、そういうことを目測していただいて、で今度は自分の決めた枝の本当に真下に入っていただくんですね。で私は離れて見ていた時から木の下に入った時に、それまでは全く感じなかった木にある包まれたような感じを初めてその木に近づいた時に感じたんですね。で自分ではその場所とか確認をしていたはずのその枝が、今度本当に真下に入って見上げた時に、それまでと全く私にとっては違った同じ枝であるはずなのに全く違う印象を受けたんですね。でそれが私にとっては本当にすごく不思議な体験で、そもそも私は人間が見るっていうこと自体がとても面白くて、そういった本当に見るということをめぐって絵の空間を探っていきたいなという気持ちで制作をしています。これはレンブラントの老人という作品を模写した作品なんですね。私はこの当時武蔵野美術大学というところの日本画学科に籍を置いていたんですが、私にとって、見るっていうことと描くっていうことがどこか自分の表現として、とても大切なもののように感じ始めていた頃で、この当時模写をする時にドローイングだったりとか、どちらかというと本画とかタブローと言われている作品の予備的なものをあえて選んでいたところがあって、対象であるものは例えばこの場合は子供の顔だったりとか、ある密度、強い密度を持って描かれているのに対して周りが余白のまま残されている。同じ画面の中に緊張感のある描写の部分と、そしてその周り何も描かれていない空間がある、この関係が私にとってはとても興味があるものだったんですね。でこれを書いたのは学部の卒業制作の時だったんですが、ある先生がこの作品が一番私らしいというようなことを言っていただいたことがあって、でそれが私にとっては、とても嬉しいことで、もしこれを日本画の画材を使って描いてみることができたら、すごくダイレクトな表現と結びつけられるのかもしれないという、何か直感のようなものがあって、で初めて描いた作品がこちらの方はサイズも207センチ ×180センチなのでかなり大きな作品です。でちょうど今日少し持ってきたんですが、これは今見ていただいているこの作品とで使っている材料と全く同じもので、これは紙は雲肌麻紙というものなんで、麻の繊維が多く使われている紙で、そこに牡蠣の貝殻からできている胡粉という絵の具と、それから水晶からできている水晶マスという絵の具があるんですが、それで白い部分を作って、であと黒い部分なんですが、最初はこういった緑青と言われている絵の具を自分で焼くことによって、だんだんこういった
黒くすることができるんですね。でこれをやりながら、そうすると自分でいわゆる岩黒とは違う色を作り出せることが日本画の画材ではできるということを思い出して、でそれと同時に対象としてもこれは本当に偶然三重の方で出会った風景なんですが、この木の塊がそこにポカンと浮くように見えた場所があって、でこのような形で水平の視点で木々を描いていくんですけども、徐々に私の中ですごく気になり出し始めた場所というのがあって、それはなぜか右上と左上のコーナーだったんですね。どうしても木を水平に見る限りは必ず画面の下が地になり画面の上が天になるというこの位置関係というのは逃れることができなくて、でそういった中で白い空間のまま残るところをギリギリ少なくしようと思って描いたのがこの作品なんですね。この作品を最後にして徐々に木を見上げる視点に変わっていくんですが、見上げるという視点の違うことを選ぶだけである重力に支配されたような画面空間から自由になれるというのがどんどんやってみたいということから、私の視点は上に向いていくんですが。でこれは木を見上げ始めた初期の作品で、ただ見上げる視点としては斜め上を見上げたような感じで見たものなんですね。本当に360度的な広がりを感じる空間とはどこか違っていて、もっと空間に近づくためにはどんな見方があるかなと思って木の下をうろうろしながら見つけたのが、先ほど見ていただいた本当に顔を空と平行になるぐらいに本当に90度ぐらい負けて見た時に見える感覚というのが、なんか天地の関係がずり落ちてしまうような、そういうところが私には感じられて、それまではある程度距離を置いてたことによって木から何かを感じるということは全くなかったんですね。でそれが木を見上げるために木に近づく、でその時に初めて自分を取り巻いている空間の存在を私はすごく体で感じて、でそれまで本当に全く空間という感覚がなかった部分が、すごく空間そのものを表現してみたいという気持ちを持つようになりました。でこれが「木を見上げて」という最初の作品で220センチ ×360センチと、画面そのものも私自身を包み込めるぐらいの大きさが私にとってはやはりどうしても必要となってきて、自分にとっての原点でもある見ること書くことに加えて感じるということがとても重要な要素になってきた作品です。でこれが今ちょうど目の前で皆さんに見ていただいている作品なんですが、本当にどんどん気持ちはもっと大きくもっと大きくとなっていくんですが、高さが2m40で幅が6mなんですね。で同じ木を見ていても徐々に私の意識というか興味のところが変わってきたところがあって、とにかく大きいのは描きたいと思う気持ちで描き始めて4回冬を越した作品です。でこれをめぐっていろいろなドローイングを作っています。同じ木でもやはり見る視点が変わると全く違った図像に見えてきて、例えばこの枝とこの枝の距離を感じているものと、それからこの図の方ではこちらとこちらになるんですが、それが全く違った距離に感じられて、でこういったドローイングを重ねながら、でそれは私の中で描くということがまずもちろんあるんですが、それと同時に私にとってやっぱりその場で木を描きながらそこで感じるということが私にとってやっぱりとても重要で、こういったドローイングを一緒にしながらこの作品を制作しました。で1993年というのは私にとってはすごく印象深い出来事として、8月に流星群を初めて見たんですね。でこれはペルセウス座の流星群だったんですが、初めて見た流星群というのがそれまでも考えていた空間というイメージをまた大きく変えてくれる、そこからさらに今につながる距離っていうことのイメージを少しずつ広げてくれる。で、私にとっては何かがあって初めてやっぱり空間を感じたり、存在を意識することができて、で例えばこの絵の場合は、
枝があって初めてこう空間を感じることができ、で例えばその流線画を見た時というのはベクトルがこう空間を切るように、感じられたんですけども、何かそういったさまざまな、こう空間に通じる表現を木を通して描きたいなという気持ちが徐々に生まれてきた、頃です。さまざまなこう空間に通じるような表現にしていきたいという気持ちで少しずつこう変わってきた作品です。でこれは1年間だけドイツで滞在してたことがありまして、その時に描いた作品なんですね。日本画の画材だけではなくてアクリル絵の具とそして岩絵の具を使ってます。で岩絵の具そのものも英訳する時はピグメントとなるんですけれども、欧米にももちろんピグメントと言われているものはあって、でその絵の具と私が使っているものがどう違うのかということも含めて向こうの画材を使ってみたいと思って、であるところまではなんか私のやりたいと思っていることは他のこういった素材でもできるのかなって思う一方で、どうしても最後に使いたくなったのが先ほどお話しした5分だったんですね。でこの5分というのは私にとってやっぱりとっても魅力的な絵の具で、5分は牡蠣の貝殻からできてる絵の具なんですが、溶いた状態というのは本当にアクリル絵の具もほとんど変わらないちょっと牛乳のような感じのものなんですが、塗って乾いた時に5分はやはりこう粒子なんですね。でそれが紙の上にこう乗っかっているという感覚がこう何か絵肌がちょっとこう呼吸しているような、で私がこう求めているこう画面の質というのが木を描きながらもその向こうの空間になる白い部分という表情がこう微妙に何かこう呼吸しているような、そういった表情を持っている画材が一番使ってみたい絵の具なんだなというのを思い始めたんですね。でこれは2点対にすることによって今度は描かれていない空間も含めて空間を感じることはできないかと思って作った作品です。その展示空間に合わせてまたその周りの空間も含めて表現してみたいと思って作った作品です。徐々にこう私の中では見つめれば見つめるほどその一つの枝がすごい遠くのようにもそれからとても近いようにも感じられてくる、距離を感じる不思議さというのにだんだんこう引きつけられていったところがあって、例えばこの画面で言うと大きな太い枝だったりとかの向こう側へといって一番遠くにあたるところの枝なんですね。でこれは私が必要とするこう画面の深さを表現するのにどうしても必要な部分でありながら、どこか私の中でそういったタッチで表現するようなあるこう空気遠近法的な表現の距離感というのが自分の中で、だんだん納得できないというか、もっと違う形の距離感だったりとかを表現できないかなと思い始めたんですね。でここに登場している枝は全て自分でこう確認できる、どんなに小さくてもこう見ることができるという場所を選んで描いた作品です。で一枝を見てるともちろんそれは自分と枝との距離でもあるんですが、それは同時にその背景でもある空との距離を私は見ていることになって、その存在をこうギリギリ確認して画面という空間にこう刻み込むようにして作っていった時に、私の中でこう反復の作業、見るという行為と感じるという行為とそれから描くということをこう一枝一枝繰り返していくことによって、その背景になる空の部分の空間がその描かれた枝の存在によって、私にとってはこうなんか立ち現れてくるような、描くことはできない空間が立ち現れてくることを望んでいるというか、それにこう近づくために私はこう木を見上げて描いているような気が最近すごくしていて。ここ10年以上対象としても本当に木を選び、そしてその見る視点も本当にこう真上を見上げていて、で使っている画材も本当に日本画の画材といってあまりこう変化なくしている中で、唯一こう変わってきたのが
私自身のその捉え方の変化であったり考え方の変化で、その変遷そのものが本当に絵は怖いぐらいにその時の自分自身の感じ方とかを残していて、本当に見ることから始まって、そしてそれを描くということを通して、でもその先に求めているのは計り知れないなんか自分では見極めきれないものに近づいていきたいという気持ちで、近づくことができないと思える存在に何かの形で近づいていきたいと思う時に、私にとってはそれが絵を描くことであり、それは木を見上げて、それを通してさらに空の空間であったり空の存在を感じることによって近づいて、それがなんか唯一私にできる方法なのかなと思っています。